こんにちは、トバログです。今回はですね、久しぶりに今月買って良かったものについて紹介していこうと思います。いつぶりですかね。結構毎月ちゃんとやってるイメージだったんですけど、いつの間にかなかなかできなくなっていたところがあって、今回年末年始を機にと思ったんですが、ちょっと遅れて今の登場となっています。今回もガジェットをメインとしつつ、暮らしの道具とかね、そういうので買ってよかったなっていうのがね、たくさんあるので、その辺についても紹介していきたいですね。それでは早速行ってみましょう。ちゃんとこの間も紹介したばっかりなんですけども、これ Nintendo Switch 2のシェルケース、これがねめちゃくちゃ良かったので、改めてここでも紹介しようと思います。この間紹介したのはここがねちょっとクリーム色っぽいやつを紹介してたんですけど、最近ですねこのドッグカバーも同じくAmazon で見つけていて、これと合わせた時に見た目のねバランスがいいっていうところでホワイトを買い直して、装着しています。いいですよね。スイッチってめちゃくちゃいいんですけど、スイッチ2あの色しかないじゃないですか。あの黒っぽい色ちょっとやだなっていう時にいろいろ調べてみたら、結構 Amazon でこういうシェルケース売ってるじゃんっていうところから買ってみたんですけど、これはね相当良かったですね。色の雰囲気もそうだし、何がいいのかっていうと、やっぱクオリティが結構高くてですね、いくつかのパーツから成り立ってるんですが、まずこのパーツ部分、これめちゃくちゃすごくないですか。ここを覆ってる部分はこういう風なねキャップでできているんですけども、この細かいこの部分も実はシリコンのカバーみたいなのがついていて、それを間に挟むことであたかも最初からこういう雰囲気だったかと思わせてくれるようなねこの質感で、クオリティがめちゃくちゃに高いです。これは相当すごいよな。これね背面の部分もしっかり覆ってくれて、難点として背面の部分のねスタンドが使えなくなるっていうのがちょっと欠点ではあるんですけど、それでもねかなり高いクオリティで、この辺がねちょっと黒が出ちゃってるんですけどね、黒は出ちゃうのは仕方ないとはいえ、ある程度覆ってくれるのがすごくいい点かなと思って、これはね前にも紹介して使っています。で最近ドラクエ1、2とドラクエ3をやってたんですけど、ドラクエ3に関しては、スイッチもできるなってところで、最近持ち歩きがしやすいスイッチライトをね使っています。これはシェルではなくて、このステッカーを周りに貼ってるんですよね。スキンシールを貼って、グレーのモデルをこの色にしてるっていうやつなんですけど、このね周りを覆う部分がしっかりと販売されてくれていたら、またちょっとねこの雰囲気に近づいてよりミニマルになるんじゃないかなと思いつつ、まだ道半ばではあるんですけど、ある程度真っ白にねスイッチ2もできている感じなので、ちなみにこのドックにはいくつかスリットが入っているんですが、この部分にねこのスイッチのゲームを差し込むことで、このホルダーにもなるっていうちょっとしたギミックを兼ね備えてますね。続いて買ったものはこれですね。なんだこれっていう感じだと思うんですけども、これはコクヨが出しているエナジーラインっていう電源タップです。これすごくないですか。ちょっと今ね机の角だけを映しているので変な感じすると思うんですが、これよいしょよいしょ、こんな感じでクランプ式になっている電源タップで、これすごいのが電源のコンセントのこれ直線になってるんですよね。どこにコンセントを挟んでもしっかりと使えるっていうタイプのやつで、これをねこんな感じでデスクのここに固定しておくと、電源タップっぽくないんだけど電源タップとして使えるみたいな、そこがねちょっと面白いなと思ってて、これは購入しています。使いたい時はこんな感じで充電のポートを挿しておいたり、ここにねこうやって足元ヒーター的なのを置いてみたり、こんな感じで USB-A のポートがある充電器を挿して使ったりと、普段使わないんだけど、ちょっとした電源欲しいなっていう時にここに置いて使っているっていう感じです。これはね結構ピーキーなんだけど、個人的に気に入ってる点としてはやっぱりここ直線っていうところですね。さっきも紹介した通り、このね
机の線と平行なことで見た目的にすごくスタイリッシュな電源タップだと思います。そういう意味ですごく気に入ってるんですけど、割とピーキーすぎるところもあってか一般販売はしていないのが現状ですね。僕はなんか楽天のショップで買っていて、多分ね法人向けのやつを一般に流してるようなところだとは思うんですけど、そこで買っていて、実際に使ってねちょっとその理由もわかる気がします。まず一つとしてはやっぱりこのね電源タップって、最近こういう AC ってでかいじゃないですか。これの本来のいいところはどこに挿しても使えるから、最大5ポートぐらいまでここに挿せますよっていうのが1個売りなんですけど、最近のね AC アダプター結構こう縦に大きいものが多いので、これをはめてしまうと2、3個3個ははまんないかな、2個しかはまんないみたいなところだったり、あとはここが結構窮屈なのでグイッと押し込む時には力が必要で、こう引っ張る時にも結構力が必要っていう、これ相当ね多分抜き差しのパワーとかを考えながら頑張ってねこれ開発しているとは思うんですけど、その辺が若干難点なのかなっていうところがちょっとありますかね。でかつ価格もネックで、これ自体なんと7000円ぐらいしました。普通電源タップって、100円ショップにも売っているようなものから一般的なものだと2、3000円ぐらいで買えるのがよくある価格帯だと思うんですけど、7000円となると結構ね、勇気がいる価格帯っていうところで、検証段階とは言わないけどまだやっぱ一般販売するには遠いアイテムなのかなっていう判断がされたのかなっていう気がしますかね。個人的にはねミニマル感があるのですごく気に入って使ってるんですが、欲を言えばこれがねあと倍ぐらいの長さ、ここぐらいまであるとすごく使い勝手はいいのかなっていう、そんな感じのアイテムです。これ自体はめちゃくちゃ可愛らしいので今後の開発に期待したいところですね。はい、続いて紹介していくのがこちらですね。これは前から紹介しているキークロンのめちゃくちゃ重たいキーボード、左手に点キーがついてるやつなんですが、それに装着しているこのキーキャップを新たに買い替えました。買い替えたっていうか、模様替えみたいな感じなんですが、これめっちゃ可愛くないですか？ PBT ファンズのバーチュソみたいな名前で勇者工房の中徘徊している時にこのキーキャップを見つけて、これはちょっと可愛いと思って、購入してしまったわけですね。キーキャップって結構欲しいと思った時に、在庫がなくてもうすでに売り切れというか作ってないよっていうパターンが多かったりするので、いいなと思った時が買い時だったりします。基本的には白いキーキャップにこういうグレージュっぽい感じの刻印が施されているんですが、ところどころねこういうキーを自分で選ぶことができるんですよ。いくつかこういう感じの発色のいいキーキャップが備わっていて、自分がいいなと思うところにこういう風にね自分の好きなキーキャップを置いてそれっぽくすることができるっていう、最近のガジェットとかはね割とこういうオレンジを差し色にしているパターンとかが多いと思っていて、これの潮流としては結構ティーンエイジエンジニアリングの方向性が近いのかなと思うんですが、こういうビジョンプロとかも最近はオレンジを取り入れてたりと、ガジェット全体の調光を組んだような流行色っていうイメージですかね。ガジェットっていうか家電全般だと思うんですけど、一番最初の潮流としてはやっぱりディーター・ラムスさんのブラウン時代のねこういうデザインが起点となっているのかなっていう、こういう方向性だったりこういうトーンだったりね、そういう意匠をねちょっと感じられるキーキャップかなと思います。一応調べていくと公式ショップにこういう感じの点キー付きのねこういうキーキャップも販売されていたので、残り在庫少みたいな感じだったから、これもね公式ストアで取り寄せて 2,3 週間して手元に届いたって感じですね。無刻印もめちゃくちゃいいんだけど、やっぱ時々こういうね色があるやつにちょっと付け替えて遊んでいくっていうスタイルに最近はハマっています。はい、続いてはこちらですね。これちょっとね Amazon とかで見つけて前から気になってたアイテムだったんですが、これじゃんと折りたたみ三つ折りタイプのトラックパッド付きのキーボードです。いやこれ系のデバイス弱いんですよね。結構いろいろ見つけたらね買いたくなっちゃうんですが、これは結構ね今まで使ってたやつよりも進化していて、まず一つがトラックパッドがこれ
どっかのキーを押すとね点キーになるんですよ。ナンバーパッド的に使えるので、そこがちょっと面白いかなっていうところと、一応USB-C にね対応しているっていうところで、今まで使ってたのがマイクロ USB だったから充電の不便がちょっとあったから、ちょっとねそこで買い替えをしたっていうわけですね。見た目も結構可愛くないですか？このゲームボーイライクなちょっとクラシックなデザインで、基本的にね配列はUS 配列となっていて、ここにトラックパッドがあるから、これ単体で例えばねこういうサーフェスとかだったらこんな感じで使うことができるなっていうのとか、あとは Android スマホですね。 Android スマホって基本こうやってねトラックパッドで操作して使うことができるので、それだったらこういうねセッティングでめっちゃ使いやすいんじゃないかなと思ってすぐ開封してね動画を撮ったんですけど、まだねそこまで使いこなせていないというか使い込めていないところなので、今回一旦ここで紹介してみようかなって感じです。とにかくこういう系のものの中では素材感とか雰囲気もすごくいいですね。ここはねちょっと好き嫌いあるかなと思うんですが、全体的に脂肪感のある合皮っぽいざらりとしたような素材で、かつこことか横のところがね結構薄いんですよ。なのでこれ何回も閉じたり開いたりしてると、合皮だからここがすごくねなんかひび割れとかしてくるんじゃないかなっていうのがちょっと懸念ポイントです。でもう一つやっぱね気になる点というか、これはもうね自作キーボードとかを使ってしまうとしょうがないかなってとこなんですが、やっぱキーマッピングができないのが、未だにこういう系キーマップできないのかよっていうね感じに思ってしまいます。これでねなんかキーマッピングツールとかにこうねQMK とかに対応してくれてたら、こことここをね日本語変換とかに割り当てて、こことここをコントロールとか Windows キーとかで分けてとか、そういうのがねすごくしやすいんですけど、その辺に対応していないというところで、市販のキーボードだと本当にそれが普通ではあるんですが、若干ねそこが使いづらくて今あんまり使えてないってところですかね。トラックパッド付きはね大変魅力的なんですけど、そういう意味でそこまでは使えてないかなってところです。ちなみに単体の重さだとちゃんと 278g ほどなので、本当にポケットに入れられるサイズではないんですが、こう持ち歩いて本当にテキストでメモ書きをしたいとかそういう用途だったら、割とこの軽さ、見た目、サイズ感は使いやすいところなので、気が向いたらちょっとレビューはしていけたらなっていう感じです。はい、続いてちょっと地味系なアイテムなんですけど、これはバックインバッグですね。カメラを収納するためのもので、白馬のインナーソフトボックスっていうやつなんですけど、これ前から愛用していてめちゃくちゃ好きで使ってて、最近このカラーが出ているのを知ってちょっとこのサイズ別でね2つまとめ買いをしております。どういう風に使うものかっていうと、これ本当に構造はシンプルで、よいしょ、こうやってパカって外すとこんな風にね仕切りがついていて、中がふわふわでクッション性が結構ある分厚めのこういうね発泡スチロールみたいなので覆われているケースなんですよ。こういつも使ってるカメラとかあるじゃないですか。こういうね BF めっちゃかっこいい BF めちゃくちゃかっこいいんですが、これをこうガバッとこういう風に入れて、でかつ1本ぐらいレンズを別途持っていこうかなっていう時にこうやって入れておくと、このレンズとボディがね干渉せずに、かつ他のアイテムと全くこう干渉せずにね、こうやってこういうのとか一緒に入れておいてもぶつかって傷がついたりせずに持ち歩けるっていうのがすごくいいんですよね。こういう用途だと別途ね専用のカメラバッグを持っていくっていう人も多いと思うんですが、僕みたいなライトな使い方だと、普段ね持ち歩いて使っているこういうバッグ自体をカメラバッグ化してしまった方が結構楽で、こうやってガポッと開いて、今日はカメラ持ってくぞっていう日はこうねカシャッと入れてしまえば、こんな感じで専用の、カメラ専用のねちゃんとしたこういうケース部分が出来上がるんですよね。そういう風にいつも使ってるバックパックとか、あとショルダーバッグみたいなのが、こういうケースになるっていうのが嬉しいところです。でかつこれいいのがサイズがいろいろあって、僕が今使ってるこれは200っていうちっちゃいタイプなんですけど、ちっちゃいタイプだとボディプラス小さめのレンズが1個持ち歩けるっていう感じで、この300っていう方はもう少しマチがね深くて大きいんですよ。
これだと今動画で撮ってるんでちょっと見せらんないんですが、大きめのカメラ、カバンの中身とかルームツアーとか各種取材用でして、取材の時はこういう風にねソニーのカメラとレンズとかを持っていくので、こんな感じでガシガシとレンズ2本とボディ1つを入れつつね、こうやって持っていくっていうのがすごくしやすいので、これはねめっちゃ愛用してます。もう一ついい点としてはこのカラーですね。他にもオレンジとかブラックとかあるんですが、シルバーめのトーンでこういう風にねなんか統一感を持たせて入れておけるっていうのも、カバンの中に入れておくっていう点ではかなり見やすくて気に入ってるところです。単体で持ち歩く時はカメララップこうやって巻いて使ったりもするんですが、レンズを一緒に持ち歩きたい時はこっちを使うっていう、そういう使い分けをしています。これは本当にずっと前から愛用していて、本当にね日常的にいつも使っているバックパックがカメラバッグ的にこう使えるようになるっていうのがすごくいいかなと思う点です。これはね本当に価格も安いしおすすめのアイテム。はい、続いて買ってよかったもの。これ実は結構前のプライムデーで買ってるんですが、最近開封したものですね。このアールケの炭酸水メーカー、これはもうなんで早く開封しなかったんだっていうぐらいめちゃくちゃいいです。まずやっぱこの筐体ですよね。炭酸水メーカーって結構プラスチックな雰囲気のものが多くて、それがちょっとね難点で家に導入するのもなっていうのはあったんですけど、このアールケに関しては見た目がめちゃくちゃかっこいいです。どこだったっけかな、スウェーデンかどこかのメーカーだったと思うんですが、元のねこのベースとなるボンベとかはソーダストリームのものが使える互換性の仕様になっていて、その分ね筐体はちょっと高めで3万円近くするようなものなんですけど、その分質感はこれ金属の粉体塗装が施されていて、かつこのレバーのところもね結構重厚なステンレスっぽいような感じになっているっていう、この見た目がやっぱりこういうキッチンとかなんか目に見えるところに置くもので言うとやっぱりすごく大事になってくるんで、筐体の質感とか他にもねこういう感じの家電があるんですが、それとね統一感があるっていうところがまず一ついいですね。でかつ、炭酸水もめっちゃ気軽なんですよ。こんな感じでこれ専用のボトルがありまして、これうちなんかね最初から賃貸なんですけど浄水機能付きのなんかねそういう蛇口がついていたので、基本浄水器の方の水を使ってこれで水を入れて冷蔵庫で冷やしてるんですが、これを専用のボトルをこういう風に入れてこれをね引くだけで炭酸水になります。こんな感じ。これでもう炭酸水になっているっていう感じで、これだけでねこんな感じ、わかりますかね、ピント合ってるかわかんないんですが、これでかなりの強炭酸がこれで作れてしまいます。最近だと家であんまりお酒は飲まないんですが、こういう感じのねこれカルディのジンジャーエールめちゃくちゃ美味しいのでおすすめとか、あとはこの原液タイプのねペプシとかと混ぜて飲むと結構ね休日のお供とか、あとクラフトコーラとかですね、ああいうやつを作業のお供に飲むのにめちゃくちゃちょうどいいので、そういう時にね重宝しています。はい、続いてこれはですね長い旅を経ていいなと思うものに見つけたのでちょっと紹介していくんですが、こちらのスウェットですね。このチャンピオンで購入したいわゆる定番のスウェットではあるんですけども、これが長かった。ここにたどり着くまでにこうやってね部屋で作業する時とか、あとちょっとコンビニに出かける時にね履けるようなスウェットっていうのは結構ね探していて、でいつもこういうのユニクロとかで買ってたんですよ。これとか去年購入して履いてたやつなんですけど、ちょっとね毛玉というかポワポワポワみたいなのがすごくね出やすくなって、本当にワンシーズン履いただけでボロボロになってしまうので、これをね去年は2つ買って履いてたんですけど、もう履けないぐらいボロボロになってしまっていてですね、ちょっとさすがにもう少し
定番っぽく使えるみたいな、これとかはね太郎東京のスウェットですごく部屋着として長く愛用してるもので、こういう感じでずっと使えるような、同じくこれに合わせられる黒いスウェットないかなと思っていろいろ探してたんですが、いろいろと見ていくとやっぱりこのチャンピオンのこのスウェットがすごく良かった感じです。まず何がいいのかっていうと、この素材感ですね。結構デスクワークするってなるとメッシュの座面とかにねお尻を預けることが多いので、結構ちゃんと肉厚じゃないとねボロボロになってしまったり毛玉が目立ったりするんですが、これはしっかりと定番のやつで肉厚な雰囲気のスウェットっていうところで、こういうメッシュの座面とかと合わせても毛玉になりにくいっていうところが一つポイントで、かつこれ個人的な悩みなんですけど、僕なんか普通の人よりもすごくウエストが細いみたいで、トランポリンとかやってるとどんどん細くなっていっちゃうんですが、それでここのねゴムがね結構緩くなってすぐこうずり落ちてきちゃうんですよね、安いやつとかだと。なんですけど、これしっかりとゴムでねキュッと縛ってくれているおかげで丈の長さもすごくちょうどいいのに、このね腰部分でしっかりとこうゴムが止まってくれるっていうところがめちゃくちゃいい。そしてこのシルエットもなんかねこのパツッとしてヤンキーっぽい感じもなく、ダボっとしすぎてだるぎすぎるっぽくもなく、すごくサイズとしてちょうどいいっていうところが、このスウェットのちょうどいいところかなと思います。でチャンピオンのスウェットパンツだと本当に安いものから3万円とかするような高いものまでいろいろあるんですが、これに関しては1万3000円とかそのぐらいの価格感で、これでね収まってくれるので、これ一つあるとすごくいいなっていうところで、これはなんか買ってよかったものの一つですね。はい、続いてはちょっとしたファッションアイテムなんですけども、こちらですね。ちゃんと鬼塚タイガーのタイガーアリー、これも自分の中ではド定番のスニーカーなんですが、タイガーアリーのベージュっぽいカラーとブラックっぽいカラーの2色をまとめ買いしました。いや、鬼塚タイガーはねめちゃくちゃ好きで、ずっとねこのしばらく何年ぐらいだろう、もう8年ぐらいは多分ずっと鬼塚タイガーしか履いてないんじゃないかぐらいね鬼塚タイガーを愛用しているんですが、もともと日本発祥のブランドっていうところもあって、結構フィット感がすごくいいんですよね。このねアシックスが今は出していると思うんですが、アシックスのブランドで鬼塚タイガーが出ていて、特にこうやって紹介できるほどの靴に対しての知識はないんですけど、ある程度やっぱりねここの幅が広いので個人的にはすごく履きやすいっていうところと、結構ね価格がもともと確か1万円ちょっとだったんだけど、今は1万7000円とか8000円ぐらいになって割高にはなってるんですが、それでもこの素材感がしっかりとこのスウェードできちんとねふわふわしている感じなので、長く履いてもそんなになんか汚れたりとか経年劣化みたいなのが目立たないところが結構嬉しいんですよね。なんかブラシでサッサッサって落とせば結構ね汚れは落ちてくれるので、特に黒とかはすごく履きやすいなと思っていて、合わせる服によって何を使うかっていうのは結構ね変えてるんですけど、こんな感じでいくつかラインナップを増やしているっていうところです。これまで結構ナイキとかアディダスとかいろいろ入ってたんですが、やっぱ外資系よりもね日系企業のスニーカーの方がやっぱ足には合うなっていうところがあって、いくつか使った中でこのタイガーアリーがすごく良かったので、見た目も普通にスニーカーっぽいしね、価格もそこまで高すぎないっていうところもあって、これはすごい愛用しています。はい、続いて最近買ったもので一番大きな買い物がこれですね。これちょっと前にも動画で紹介しているんですけども、コクヨのイングクラウドっていうこの座面がゆらゆらと360度ぐりぐり動くこのオフィスチェアを購入しています。いや、ちょっと前に紹介した時はタイアップの企画だったので実際に商品をお借りして使っていたんですが、あまりにもこれが作業中のねなんか疲れの軽減みたいなところがすごくあるので、実際にちょっと長く使ってみたいと思って自分用に購入していますね。動画で紹介してた時はライトグレープラスここにねオレンジ色あしらったモデルを使ってたかなと思うんですけど、今回、自分のデスクに導入するにあたって
っては色がね、ツートンというか本当にグレイッシュなトーンで揃えられているこのグレーのモデルを購入してます。自分のねデスク周りだとやっぱ背景とか至るところに結構オレンジ色とかカラフルなものを置いてるんですよ。なので大きいものは基本的にグレートーンで揃えてるっていうこともありまして、自分用としてはこのグレー調のものにしてみたらどうかなっていうところでこれにしてますね。結構やっぱミニマルでいい雰囲気だと思います。なぜアーロンチェアもあるのにこっちの椅子も買ったのみたいな話で、これはですねいろいろとあるんですけど、ちょっとね椅子とかを使い分けてみた感想また別の動画で紹介したいと思ってるんですが、結論椅子は2脚以上必要っていうところですね。やっぱり座り心地が対極にある椅子が2つあるとその差分でね疲れ方が全然違かったり、こっちで疲れたなってなったらこっちでね使うとまた気持ち的に変わったりとかそういうのがあるので、その辺でね使い分けをして見ているって感じですね。あと単純にやっぱ道具なので、椅子もガジェットじゃないですか。なのでガジェットもやっぱり Windows だけで俺はやっていくぞとか俺は Mac 派なんだっていう風に決めつけるよりもね、やっぱいくつか両方とも使えた方がガジェット好きとしてはすごく楽しいわけで、椅子にも完全にそれが言えるなっていうところでイングクラウドもありつつアーロンチェアも使うっていう、そういうスタイルで今後もね使っていこうと思ってます。はい、続いて毎月恒例の最近買った本なんですけども、最近買ってよかったなっていうか、最近集まっているのがこの Never Too Small っていうジンですね。これはオーストラリアメルボルンを拠点に、YouTube チャンネルをねこんな感じでやっている Never Too Small っていうチャンネルがあるんですが、そこが出しているジンで、このチャンネル結構ね狭小住宅とか小さい空間の中でより快適な暮らしを目指すみたいな方向性の動画をたくさんアップしていて、個人的にはものすごく好きでですね、彼らがそれを起点としてジンを発行してるんですよ。今イシュー6までかな、最新が6でこの次が7だと思うんですが、各種ねこの小さいながらも、楽しく暮らす、豊かに暮らすっていうのを意識した、本当にもうテキストもがっつり書かれているジンで、YouTube チャンネルと同じく小さい暮らし、建築家とかアーティストとかそういう人が、どういう感じでこの小さいスペースで暮らしているのかっていうのをねインタビューしつつ、あとはカルチャー的なところにもね結構後半だと触れているページがあって、これがね3ヶ月に1回、サブスク契約していると送られてくるもので、確か年間1万円ぐらいとかだったかな、1冊4000円ぐらいだと思うんですが、それがね、結構紹介したいなと思いつつ紹介できておらず、もうすでに3冊溜まっているので紹介してみます。基本的にはね英語で書かれているので、全部を把握して読むっていうのは結構大変で、本当に気になったページがあったらそこだけちゃんと深掘りして読むみたいな、そういう読み方をしたり、あと物としてやっぱ手元にあるとめっちゃ可愛いので YouTube チャンネルもすごい好きだからやっぱ応援したいなっていう気持ちもあってね、こういう風にジンで取り揃えてるって感じですね。でもう一冊ちょっとこれはジンというか何かを作るためにね、必要だなと思って最近購入してまだ1回しか読めていないんですけども、このグリッドシステムっていうスイスのヨゼフ・ミューラー・ブロックマンさんっていう人が書いている本ですね。主にデザイナーの人が教科書的に読むような本なのかなとは思うんですけど、この1961年にミューラー・ブロックマンっていう人がね最初に書いた本らしくて、こういう何かを作るチラシだったり本だったり、それこそねこういうジンだったり、あとは YouTube のサムネイルだったり、そういう何かを作るってなった時にこういうグリッドシステムって言ってガイドラインみたいなのを最初に敷いて、その上にカチッカチッと文字とか図解とかを当てはめるようにしてこのデザインしていく、組んでいくっていうのが結構一般的なのか分かんないんですけどあるらしいんですよ。でそこにどういうふうに文字を入れていくか、フォントのサイズとかその大きさによってどういう印象が変わるのかとか、そういうのがね、こういうふうに載っているっていう
本ですね。本当に正解はこれだみたいな感じであるわけではなくて、これの時はこういう印象になるみたいな、そういう言い方なので、判断は自分に委ねられている感があって、やっぱねセンスと知識がもうこれを読んだだけじゃなくてバックグラウンドにあるいろいろなものが必要だったりすると思うので、なかなかねちょっと僕なんかが再現していくのは難しいなという気持ちなんですけども、トバログがちょっと前に出しましたこういう本も実はこういうガイドライングリッドシステムをベースにね本は組み立てられていて、デザイン自体はねユトログっていう友達が手伝ってくれているんですが、こういう一見無造作に置かれているような写真とかも全てこのグリッドシステムによってしっかりとシステマチックにこのね写真とかこういう文章とかが置かれているんですよ。こういうね裏付けられたガイドラインみたいなのに基づいて構築していくとすごくなんかしっくりくるなっていうのがあって、これトバログのなんかサムネイルとか他のクリエイティブプレゼン資料とかそういうもので使えないかなと思って、今回購入した次第ですね。ちなみに結構前の展示だったんですけど、西ドイツのリブランディングっていうやつが去年の夏ぐらいにやっていて、これもめちゃくちゃ感銘を受けましてですね、このグリッドシステムとはまた違うんですけど、こういう風にねガイドラインを敷いた上でいろいろロゴが構築されていたりフォントのサイズとかそういうのがシステマチックに決まっているみたいなのとか、やっぱめっちゃ憧れるんですよね、個人でやっているにしても。それをちょっとねもう少しどういう風にルール付けして作っていくのかなっていうのをちょっとね、これでちょっと勉強していきたいなと思っております。はい、というわけで今回の動画は、最近買ってよかったものベストバイたちですね。いや結構もっといろいろ買ってるんですけど、本当にたくさん買った中からこれは良かったぞっていうものだけを紹介してみたので、是非気に入った人は概要欄の方からチェックしてもらえると嬉しいです。そして今回紹介したこの本とかも実はトバログのページで販売しているので、概要欄の方から是非見て購入してもらえると嬉しいです。自分の好きな愛用品だったり気に入っているものについてひたすら紹介している本になっています。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。